SL の給水塔やアンドン式の案内板に国鉄時代の香りが残るレトロ地上駅米子駅。新しいビビッドな色使いもいいけど、色あせたレトロな色使いの方が目に優しく、なんだか安心するんだよな。2018年に誕生した観光列車アメツチも国鉄気動車を改造したものだから、米子駅に違和感なく似合うよな。それでは11時19分発のやくも5号に乗ってやくもの終点出雲市駅に向かってみるか。旧米子機関区ではかつて SL をしまっていた扇形の機関庫千景庫が現役で使われている。新見機関区もこんな感じだったのかな。右側に見えるのは米子城の石垣。明治時代までは天守閣が残っていたそうだが、タクシーの運転手さんの話では解体されてなんと空きに使われたとか。真偽は定かじゃないけど、明治の人々にとって城はそこら中で見慣れたものだから文化財には値しないっていう意識だったのかな。明治時代の木造駅舎も200年後には国宝に指定されていたりして。ところでやくもの7両編成はとても面白い。4両の基本編成に混雑する時期には3両が増結された7両編成となる。運転席がついている車両とついていない車両をつなげる変わった見た目の編成。まるで気動車の連結みたい。連結箇所に行ってみると、運転席の下を通路が通り、ちゃんと通り抜けできるようになっている。運転席を覗くと真ん中に通路の天井が出っ張っているから、なんだか窮屈そうな雰囲気。行き先表示器の一覧表には高松行きのやくもや普通西出雲行きも入っている。瀬戸大橋を渡る381系乗ってみたかったよな。車両の先頭についている扉が内側に開けられているから、やくもの相性膜を間近で鑑賞できる。他にも面白い車両がついている。2号車指定席の車両は国鉄時代にグリーン車用として製造された豪華仕様。デッキには車掌室の跡かな。フリースペースがあり、客室は窓が大きく作られている。国鉄時代のグリーン車を知る人が乗ればきっと得した気分になるんじゃないかな。そして増結用の7号車。蛍光灯や空調設備が国鉄時代からの形を保っている。そうそう、他の国鉄特急もこんな雰囲気だったよな。洗面所も同様、国鉄時代からあまり改装されていない JR 東海の信濃用と同じ雰囲気。車両の外側も若干レトロ。幕式の行き先表示器や号車札も現役。指定席札のところには札と同じデザインのシールが貼られていて、国鉄時代の雰囲気抜群。レトロな雰囲気を味わうなら間違いなく7号車指定席がおすすめ。もう一つ、381系のカーテン。昔はカーテンではなく二重窓の間にベネシャンブラインド、つまり横型のブラインドがあり、窓枠に取り付けられたハンドルを回して上げ下げしていたそう。故障が多かったらしくカーテンに変更されたらしいが、昔名古屋駅で見た特急しなのの381系には廃止されるまでブラインドが残っていたな。懐かしい。企業城下町安木駅。多々良製鉄にルーツを持つ高級特殊鋼安木鋼を生産する日立金属安木工場が迫り、
かつての貨物列車用のホームも残る。この区間を走っていたすべての貨物列車が廃止されているけど、こういうホームが残っているといつか貨物列車が復活するんじゃないかなと期待してしまう。長距離ドライバー不足の問題もあるしね。嵐島駅には昭和35年まで走っていた一畑電鉄広瀬線の廃線跡が合流する。おお、なんとなく廃線跡がわかるな。嵐島駅舎は昭和10年の木造駅舎。島根県内の山陰本線では今でも多くの木造駅舎が現役で使われている。出雲市駅まであといくつ見られるか楽しみな車窓。右側に中海、海と言いながら湖と言いながら海水と淡水が入り混じった汽水港であり、潮位の影響もあるらしい。日本で5番目に大きな湖。特急電車のお楽しみ。米子駅で手に入れた駅弁カニ寿司。カニの駅弁ってそこら中にあるけど、どれもご飯の味付けが違っていて飽きないんだよな。潮吹き昆布のしょっぱさがとてもいいアクセントになっている。東松江駅にもかつて貨物列車が走っていた頃の設備が残る。立派な貨物ホームや何本も敷かれた貨車を入れ替える線路。最近までオフレールステーションとしてコンテナの動きはあったそう。今もそうなのかな。お、首都圏色、いわゆるたらこ色のキハ47。いつ見てもかっこいい。東松江駅舎は明治40年開業当時からの建物。多分特急やくもの旅で一番古い駅舎だよな。切妻の屋根は後年に増設された部分かな。中海と宍道湖をつなぐ大橋川。宍道湖に海水を供給する重要な川。塩分濃度は中海が海水の約半分、宍道湖が約10分の1だから生息する生き物も違うらしい。昭和38年頃から2つの湖を淡水化して農業用水に使う計画があったらしいが、2002年に中止になったとか。ひょっとしたら秋田県の八郎潟みたいになっていたかもしれない。1611年築城、現存12天守の一つ国宝松江城が見えると、島根県の県庁所在地松江に到着。廃条例により取り壊しが決まっていた松江城を地元の有志が陸軍省から買い戻したとか。備中松山城と松江城、やくもに乗れば現存12天守のうち2つを見ることができる。野木駅の木造駅舎は昭和12年駅開業当時からのもの。駅名看板の下に国鉄初の女性駅長誕生駅、昭和55年3月と掲げられている。今ではあまり驚くことではないのかもしれないが、当時は相当話題になったとか。進行方向右側に見えてまいりました湖は宍道湖です。たくさんの魚介類が生息しており、特に白魚、アマサギ、コイ、スズキ、ウナギ、モロゲエビ、シジミは宍道湖の新珍と呼ばれ、この地方の代表的な味覚となっています。中でも宍道湖のご案内でした。半分以上のヤクモが停車する玉造温泉を素早く通過。温泉マーク入り駅名標が旅情を誘うな。玉湯川に沿ってあの高速道路の向こう側に温泉街がある。
車は明治42年の建築。トワイライトエクスプレス水風の運行開始に合わせて改装されたのだそう。綺麗に改装されていても明治木造駅舎の重厚さは決して失われていない。駅でたまに見かける地元をアピールする手書きの看板、いつの時代からあるんだろうか。手間暇かけて作った看板からは歓迎の気持ちが強く伝わってくる。広島方面への乗り換えは木次線、備後落合まで 81.9km の路線。昭和55年の国鉄再建法で廃止対象の第二次特定地方交通線の条件に合致していたが、代替バスを走らせる道路が未整備だったため除外されたらしく、今日でも車窓を楽しむことができる。奥に見える駐車場は貨物ヤードの跡地。木材など貨物輸送は昭和57年廃止。終点の一つ前、直江駅旧駅舎は財産表によると昭和17年の建築。現役の駅舎ではないけど雰囲気のいい駅舎が駅前と一緒に残され、にぎわいしい時代にいざなってくれる。お忘れ物のないよう身の回りをよくお確かめの上お降りください。列車の到着が遅れましたことをお詫びいたします。終点出雲市、終点出雲市です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。またのご利用お待ちしております。一畑電鉄が合流し高架線に上がると終点出雲市。岡山から乗り通すと3時間の旅。伯耆大山から出雲市まで 66.4km。 山陰本線は全長 673.8km だから約 10% しかない。在来線1位の長さを誇る山陰本線はやはり長い。米子駅を先に発車した観光列車雨土が後から到着。
気がつかなかったが松江で追い越したらしい。さーて、出雲大社に向かってみるか。